皆さんがですね、勘違いしている事実なんですが、絵はなんと、上手くなると描くのが遅くなります。はい。理由は簡単で、考えること、詰め込める情報、そしてこだわりが増えていくから。なので最初は30分ぐらいしか時間をかけられなかった絵が上手くなることで1時間、5時間、10時間と描く時間が増えていくんです。絵が発展途上の人はそこまで時間をかけることがそもそもできません。なので基本的に絵に時間がかけられるようになったら単純にそれだけ成長できたということなんです。喜ぶべきところであって悲しむべきところではありません。短い時間で描けるようにする工夫はそれとは全く違うものなんです。はい、こんにちは、斉藤直樹です。今回は僕のこの X のポストについて、こちらのポストがですね、結構多くの方にコメントをいただいて反響があったのでですね、今回の動画を通じてもう少し深掘って話をしていきたいと思います。それとこの話題に対して一つ質問が来ております。こちらもですね、今回の話題のいい補助線になるんじゃないかと思いますので、先に紹介させていただきますね。30代フェリさんからの質問です。斉藤直樹先生、こんにちは。私はプロのイラストレーターを目指しているものです。先生に質問があって応募させていただきました。もしかしたら私が見ていなくて動画化されていたらすいません。私が聞きたいと思った内容は、イラスト上達しつつプロを目指すには1枚のイラストに時間をかけて完成するのがいいのか、それとも枚数を増やすためにクオリティを下げてイラストを投稿するかです。私は1枚に時間をかけて完成させるスタイルで絵を描いていて、キャラクターだけで約1ヶ月以上かかります。しかも力を入れている部分は人体圧縮で楽でああでもないこうでもないと考えて描き、時短のため線画の強弱やカラーラフには全く手をつけず、色塗りも簡単なアニメ塗りで済ましています。このやり方で少しは人体圧縮について成長できたと思っています。人体圧縮、人体をギュッと画面に圧縮して見せるということですかね。しかしプロのイラストレーターになる場合はキャラ1人描くのにそんなに時間を割くわけにはいかないと思っているのですが、仮に早く描くことを意識してイラストを描いてしまうと手癖で描いてしまいそうで上達は見込めないのではないかと思ってしまいます。手癖で上達しないというのは、過去に私がイラストにかける時間の多くを手癖で描いてしまい、その期間全く成長できませんでした。なので早く描くことに躊躇してしまいます。世の中にはイラストは時間をかけずに早く描いた方が上達するという方と、イラストはじっくり描けば速さは後でついてくるし上達もするという方がいます。私はこの矛立て問題についての質問と、私自身どうすればいいのか、仮に斉藤直樹先生が過去にこういう問題に直面しどのように納得されたのか聞きたいと思いました。長文失礼しました。先生のご活躍楽しみにしております。はい、ということでありがとうございます。矛立て問題っていうよりかは、卵が先か鶏が先かみたいな問題ってことですかね。はい、もうすでに上手い人って絵も超絶上手いのに描くのも早いですから、どっちもね最初から持っているように見えるんだけど、じゃあ練習するときに上手さを先に求めればいいのか、それとも速さを求めるうちに上手くなっていくのか、これどっちなのっていうことでね、これについても合わせて解説していければと思っております。で、今回お伝えしたいことは大きく分けて3つあります。これ最初にね、お伝えしちゃいますね。1、絵が上手くなるってどういうこと？ 2、描く時間を減らす上達の仕方ってないの？ 3、結局どう考えたらいいの？です。今回の動画を見ていただければ、なんか最近描くのがどんどん遅くなって自分が上達しているのか、それとも下手になってしまっているのか自信がない、不安っていうお悩みを払拭して、どんどん絵が上手くなっていくポジティブなスパイラルに入っていただけると思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速行ってみましょう。絵が上手くなるってどういうこと？まず最初に大前提のところを先に共有したいと思います。そもそも絵が上手いという状態をどう考えるかについてです。上手い絵、そして下手な絵ってそもそもどういうことなのかについてなんですが、僕はですね、すごくざっくりと大枠としてですね、上手い絵というのを情報がたくさん含まれている絵という風に捉えています。例えばこれは僕が高校生の時に描いた絵なんですが、この絵はですね、あんまり情報が含まれてません。単純にね、白黒で色という情報が含まれていないというのもありますし、それだけじゃなくて線の運び方、選び方一つとっても、例えば手前の男の肩の描き方、この角度で見るとね、肩が手前にグッとせり出しているように見えるように立体的に描かれるべきですが、この絵にはね、体の立体感という情報があんまり含まれてません。さらに背景に目を移すと、鳩場みたいな場所で船も停泊していますが、船がどんな材質でできているのかもいまいちわかりませんし、船を止めておくためのビットのようなものも特に書かれてません。などなど、そういうね、情報の足りなさによって、この絵は
下手に見えていると捉えることができると思います。なので、単純にですね、足りない情報をこの絵に足してあげれば、この絵は比較的うまく見えます。はい。実際にやってみましょうか。はい、どうでしょう。単純にね、先ほどの絵の上から僕がね、情報を加筆してみました。さっき指摘した手前の男の肩や服の立体感の足りなさを書き足したり、首から顔にかけての立体感やつながりの情報を書き足しました。服のシワを書くことでね、服の質感や材質についてもさっきよりも想像がつきやすくなったのではないでしょうか。さらに背景。船は、木でできているんだな、ということがわかりやすいように、少しね、木目などを書き足しているのと、キャラクターの足元には船に繋いでおくビットも書き足しました。あとこれ結構大事なんですが、キャラクターや船に落ちている影ですね。これによって、そこに物や人が存在してるんだっていうね、存在感に説得力を持たせられるので、影という情報を追加することはすごくね、絵にとって大事です。と、このように基本的にはですね、情報を足してあげることで、絵は上達すると、ひとまずは考えることができるということがお分かりいただけたと思います。さて、そうやって情報を足していった時に、絵描き本人としては考えようによっては少しね、困ったことが起きます。そうです。前よりも描くのに時間がかかっちゃうんです。前の絵はもうすごくね、感覚的に、そして適当にね、思いつくままに描いているだけだったのに、そこに立体的な情報だったり、背景的な情報を書き加えよう、説得力をもっと持たせようとすると、体の構造だったり、船の構造だったりを考える必要が出てきますし、いくらかね、資料も探さなければいけなくなります。なので、単純に考えること、やることが増えた分、絵を描くのに余計に時間がかかっちゃうわけなんですね。はい。そしてですね、少しこれは別角度の補足なんですが、僕の X のポストに対して、こういった補足を加えてくださった方がいらっしゃいます。はい。すごくね、わかりやすかったので、ここで紹介させていただきますね。はい。こちらの図説なんですが、今僕が紹介した部分を含みつつ、さらに作品をしっかり仕上げる上では、こういう工程を増やして、そして情報を足していく必要がある。その結果、絵が上手くなった後の方が、絵が下手だった時に比べて時間がかかってしまうんだ。という現象を、きちんとね、細分化して図にしてくださっています。はい。昔を見てみるとね、下書きして清書する。この2工程だけだったから、6時間で完成までいけてたと。そしてその結果、クオリティは数値にすると、30までしか出なかった。はい。それでもね、6時間かけてますからね、この方。それだけでもクオリティが高いことはわかるんですが、この人、今はというと、まず下書きの前に資料集めから入ります。そして、下書きもかなり工程を分けました。まずはオーラフを切って、そしてその後で色を乗せてカラーラフにします。そしてその後やっと線画の作業をして、そしてその後やっと線画の清書をして、下塗り、本塗り、そして色を塗った後仕上げもやって、で、まだそこで終わらずに、チェックや修正の工程まで抜かりなく入れています。この工程を踏んで、情報を加算していったところ、クオリティは80まで上げることができました。ただ、たくさんの工程を踏むことによって、考えることが増え、そして作業にかかる時間が増えたおかげで、前までかかっていた6時間という時間を大幅に超えてしまって、1枚かけるのに20時間時間がかかるようになってしまった。という図ですね。はい。他にもですね、僕のポストに対する多くのリプライを読んでみたんですが、昔と比べて絵を練習していったら、どんどんやることが増えてしまって、考えることも増えてしまって、確かに前よりも上手い絵は描けるようになった実感はあるんだけど、それと比例するように絵にかかる時間も増えていってしまった。なのでこれがいいことなのか悪いことなのかわかんない。もしかして自分は絵が上手くなっていないんじゃないだろうか、という不安があった。という発言がたくさんありました。もしね、そんな風に悩んでいらっしゃる方、まずは安心してください。あなたは確実に絵が上手くなっています。絵が上手くなるということは、今説明した通り、絵に含まれる情報量をどんどんと上げていくこと。これは基本的な考え方です。しかし同時に、情報量を上げるということは、その分考えること、そして作業量もアップすることを意味しますので、単純に書く時間も増えます。そうなんです。絵が上手くなるというのは、1枚にかかる時間も増えるということ。つまり、書くのが遅くなってしまうということを意味するんです。書く時間を減らす上達の仕方はないの？はい。
ただね、僕の発言に対してこういうリプライもありました。これはいろいろ間違い。例えば詰め込める情報が増えるというのは、情報の取捨選択、要約能力の上限なしで書けるものだけが増える形の偏った成長だと足し算しかできないだけ。そもそも上達を増やす前と増やした後の全く違う条件で速さ比較をすること自体が間違い。条件を揃えるという観点だけで言うと、上級者の工程リストやチェックリストを初心者に渡してやらせてみるといい。永遠に終わらないぐらいの作業量になるから。つまりやること、条件を揃えたら上級者の方が比較にならないほど早い。はい。ということですね、若干文章が分かりにくいので、これ要約するとですね、この方は2つのことを言ってます。最初に言ってるのは、上手くなるって別に情報を足していくだけが上達じゃないでしょ。取捨選択したり、あとはデフォルメしたり、足すだけじゃなくて引き算する意味での上達の仕方もあるよということ。そして言いたいこと2つ目は、そもそも上手くなる前と上手くなった後とでは圧倒的に作業スピードも上がってるので、全体を通して多くの時間がかかっているように見えても、一つ一つの作業スピードは比較にならないほど上がっているだろうと。そして仮にね、熟練者と同じような作業量を初心者にやらせてみたら、その同じ作業をこなすのに初心者さんはいくら時間をかけても終わらないだろうと。そういうことをね、この方はおっしゃっています。はいはい。そうですね。この方がおっしゃっていることも本当にその通りだと思います。僕のポストの内容はですね、実は絵の上達ということに関して一面を切り取ったような発言をしています。さっきから僕はですね、絵の上達は基本的には絵に含まれる情報をどんどん上げていくことだ。基本的には情報を上げていくほどその絵はうまく見えるんだということを言っています。はい、そうなんです。基本的にはその考え方で間違いないと思うんですが、逆に言えばこれはこの方が指摘しているように応用編もあるということなんです。これ一応ですね、元のポストにもこれについては気づく人には気づけるように短い時間で書けるようにする工夫はそれとは全く違うものなんですってね、一文書き加えてはいるんですが、まさにね、これが応用編もあるよということを示唆した一文でした。はい。例えばさっきの絵、元の絵から陰影や質感などの情報を足していって、確かに上手な絵に変化したと思いますが、でもこうやってね、情報をどんどん足していくと、このある時点でですね、とある欠点が生まれることがあるんです。はい。それがですね、くどくどしさ。これですね、まだ白黒のイラストなので、そこまでね、くどいなっていう感じはないかもしれませんが、こうやってどんどんね、色を乗っけたり、陰影表現を乗っけていったり、どんどん塗り重ねとかをしてしまうと、なんかね、最終的にはかなりしつこくて、重々しい絵になってしまうこともあります。これ食べ物に例えると、もう砂糖ギットギトのひたすら甘いお菓子みたいな。なんかそういう感じです。人によってはね、そういうお菓子を好む人もいるかもしれませんが、一方でね、もっと軽いテイストのサクッと気軽に楽しめるようなスイーツを好む人も多いと思うんですね。はい。そういう時には、こういう方向での上達のさせ方もあると思います。はい。ちょっとね、わかりやすいように大げさにやってみたんですが、さっきね、書き込まれていた影の情報なんかは思い切ってね、削ぎ落としたり、あとはラインのデフォルメ度や抽象度を高めて、その場の雰囲気や空気感までより線画に合わせ持たせるような、そういうね、ルックにしてみました。この絵の場合、単純に影を描く時間分、絵を描く時間は減っています。さらに線もですね、ところどころ省略されていたり、そもそも完璧にリアルに描こうとはしていないので、かなりね、デフォルメされて流れるような線で勢いよく描かれているので、このね、線を描く時間も実は減っています。なので、この絵にかかった時間は、さっきの絵に比べて劇的に減っているんですが、じゃあこれ、下手になったかというと、特にね、下手になったっていう感じはしないと思うんです。むしろスタイルが際立った分、洗練した、上手くなったと感じる人もいると思います。そうなんです。絵が上達するという過程では、実は情報を足すだけが上達につながるわけではなく、ある時点では情報をあえて引いたり、それまで行っていた過程をあえてすっ飛ばしたりすることで、絵の洗練につながったりすることもあります。さらに、さっきの方の指摘通り、そして実は最初に紹介した画像にまとめてくださった方も、実はね、このことについて触れていたんですが、はい。もう一度ね、表示してみましょう。はい。この右下の部分、1枚にかかる時間は増えたけど、実は遅くなったわけじゃない。むしろクオリティ30の絵でいいなら、今は2時間で描けるから、実は描くこと自体は早くなってるよ、と書いてあります。まさにここで言われているように、描き慣れによって自分の技術力が上がり、描くこと自体は早くなる、という変化も同時に起こることがあります。僕
僕は基本的には絵が上手くなれば上手くなるほど絵に盛り込む情報が増えていくから、それに伴って描く時間も増えていくよ。だから描くのが遅くなるように感じるよと言いましたが、今紹介した2つの理由、絵が洗練される、そして技術力が上がることで、同時に絵を描く時間がギュッ短縮されることがあります。絵が超絶うまいのに絵を描くのがめちゃくちゃ早い人というのは、まさにね、こういう理由で生まれるんです。結局どう考えたらいいの？はい。で、ここまでですね、絵が上手くなるにつれて時間がかかってしまうという原理。そしてそれだけじゃなく、絵を描く時間が短くなる上達の仕組みについても理解していただけたと思うんですが、ここでね、こう思った人もいると思うんです。じゃあ結局どう考えたらいいのよって。はい。これがですね、まさに最初の質問の答えになってくると思うんですが、まあね、わかります。すべてを同時に考えると、逆にこう混乱してしまって、じゃあ俺は先にどっち考えたらいいんだ？足し算が先なの？それとも洗練させて、早くイラストを描く練習をした方がいいの？どっちなの？って不安になってしまう人もいると思います。はい。これはですね、一応僕の中には答えがあります。それは、あくまで足し算を主体にしながら、足し算と引き算、交互にやったらということです。はい。もう、あくまで足し算が主体です。なんですが、迷ったらね、これ交互にやりましょう。別にね、迷ってない人はいいですよ。俺はひたすら情報量上げてくぜっていう人は、どんどん書き込みを増やしていけばいいですし、逆に今はひたすら洗練していきたいっていう人は、引き算だけを追い求めていっても僕はいいと思います。そういう段階もね、必要ですからね。そういう人はね、好きにやったらいいですが、今、迷ってる人、こういう人に関しては、まずは足し算をしつつ、そして交互に足し算と引き算を繰り返してみてください。はい、そうです。僕がね、やっぱり大事だと思うのは、今主体にすべきといった足し算の方です。だからね、僕はああいうポストの仕方をしたんですね。まずはですね、思いつく限り、絵に情報を足していってください。もうこれができていない人の方がね、実は圧倒的に多いです。もっと引き算意識した方がいいよっていう人。僕が見た中で、そういうのが必要な方はね、もう全体の2割もいないんじゃないかと思います。ちょっと自分はまだ絵が上手くないな、と思ったら、10中8句足りないのは、足し算です。まずは思いつく限り、絵の情報量を上げてってください。色塗ってなかったよっていう人はもう色塗る。影つけてなかったよっていう人は影つける。背景描いてなかったっていう人は背景描いてください。なんか、絵に雰囲気足りないかもってなったら、エフェクト効果、これ書き加えてみてください。まずは情報をガンガン上げてください。で、それをね、こう全部書き切ってみて、なんか、全部乗っけちゃった。なんか全部盛りすぎて、油ギットギトの砂糖ベッタベタの甘すぎるスイーツ完成しちゃったよってなったら、じゃあそこで初めてこの美味しさをなるべく落とさないようにしながら、じゃあどこ削ってスッキリさせていこうかな、ここ引き算しようかな、それともここ省略してみようかなってね、そこで初めて引き算を考えてみてください。最初から引き算はね、これ考える必要ありません。だってそもそもめちゃくちゃ素材集めてこないと差し引くものないでしょ。あんまり素材が集まってない中で、この中でね、引き算考えちゃったら、なんかもう貧相な材料しか残りません。そうじゃなくて、これも最高、これもいいじゃん、これもってね、たくさん材料を集めてきた中で、じゃあこの中で一番いい素材はこれだから、あえてその他の材料は、捨てようってね、そこで引き算を考えるから、すっきり洗練されつつも、旨味だけが残ったいい絵になるんです。そうなんです。まずは最初に大事なのが足し算なんです。あなたが今もし、絵の練習したら、どんどん時間だけがかかるようになってしまった。これってもしかして絵描くの下手になってるんじゃないだろうかって不安になっていたら、いいえ、それが正解です。あなたは不安になる必要なんてありません。むしろ逆に、それは絵がぐんぐん上手くなっている証拠です。安心して前に進んでいってください。きっとそこにこそあなたが追い求める独自の絵のスタイルが待っていると思いますよ。応援しています。頑張ってください。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？僕のチャンネルではこういった絵のお悩みについてもお答えしております。例えばこちらの動画、これやって絵柄を決めるときに注意すべきポイントでは、これ以上絵が上手くなれないんだけどどうすればというお悩みについてお答えしています。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。